こんにちは、みなすです。今回は本当は教えたくないんですけど、京都の隠れ家的カフェを6つ紹介したいと思います。皆さんが観光やデートで訪れることによってお店の力に少しでもなれればいいなと思って今回動画にしました。概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。また他の動画でも京都の隠れ家的カフェを紹介しているので、よかったらそちらも見ていってください。それでは早速紹介したいと思います。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩15分のところにあるカフェビブリオティックハローさんです。このカフェは住宅街にある隠れ家的カフェなんですが、お店の入り口にバナナの木があるんですよ。で、これが予想外の大きさなのでぜひ行ってみてほしいです。店内は壁一面にある本が印象的で、その数はなんと1300冊にも及ぶそうです。おすすめの席は2階の席なんですが、ソファー席になっているため上から本棚を見渡すことができます。なのでここで写真を撮ると綺麗に撮れると思います。ちなみにこのカフェは Wi-Fi も使えるので、作業用カフェとして使う方も多いみたいです。また今は変わっているかもしれないんですけど、23時まで営業しているので、夜にちょっと話したいなっていう時にもおすすめです。ここでメニューの紹介をしたいと思います。このカフェはドリンクだけでなくフードのメニューも充実しています。動画では紹介できてないんですけど、カフェの隣にパン屋さんが併設してあって、そこのパンをカフェで食べることもできるそうです。今回私が行ったのが暑い時期だったのでカフェラテを頼んだんですが、皆さんはぜひ焼きたてのパンを楽しんでみてください。ただこのお店はかなりの人気店なので、混む時間を避けて夕方とかに行った方がいいと思います。もしくは概要欄にお店の URL を貼っているので、そこから電話をかけて席が空いているかどうか確認してみてください。皆さんも落ち着いた空間とパンを楽しめるビブリオティックハローさんに行ってみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのは今出川駅から徒歩19分のところにある野原コーヒーさんです。前回の隠れ家的カフェで紹介したカリレンゲさんもかなりの隠れ家的カフェだったんですが、このカフェはそれを超えてくるくらい隠れた場所にあります。人一人がやっと通れる細い道の先にお店があるんですが、店内は大正時代を思わせるようなレトロで落ち着いた空間になっていました。よく見ると装飾品もこだわっていて、蓄音機やレコードが置いてあったりするので、ぜひ皆さんもじっくり見てほしいなと思います。このお店は静かな雰囲気が特徴なので、どちらかというと大人数で行くよりは一人で落ち着いた時間を楽しみたい時に行ってほしいカフェです。今回僕が注文したのがアイスミルクコーヒーです。このメニューの面白い点がグラスに入ってる氷なんですけど、もう溢れんばかりに氷が入ってるんですよね。今までたくさんカフェ巡りをしてきたんですけど、ここまで氷が入っているものは見たことがありませんでした。ただ氷が多いからといって量が少ないかというとそういうわけではなくて、牛乳とコーヒーを合わせるとかなり満足感がありました。値段も600円ぐらいで写真映えもするのでおすすめのメニューです。野原コーヒーさんは今回紹介するカフェの中でも一番隠れた場所にあるカフェなので、隠れ家的カフェが好きな方に特におすすめしたいと思います。続いて紹介するお店は今出川駅から徒歩13分のところにある公文社さんです。今出川って河原町駅から結構遠いのであまり行かないエリアなんですけど、京都御所や二条城が比較的近いので観光と合わせて行かれるといいと思います。このお店はとにかく雰囲気が良くて、京都に来たなーっていう感覚が味わえる店内になっています。というのも、もともと呉服店の応接室だった空間を改装しているカフェで、真ん中にある坪庭は春には梅の花が、秋には紅葉が見れるということなので、その時期に京都に観光に行く方はぜひ楽しみにしていてください。ちなみにお店の名前は梅の別名の香文木から来ているそうです。一つこのカフェで注意してほしいのが、席数が8席しかないんですよね。なので事前に電話で席が空いているかどうかチェックして行かれた方がいいと思います。メニューは結構シンプルで、基本的にドリンクとトーストとお菓子っていう形なんですけど、トーストの値段が結構安いなと思いました。今回はレモネードを注文しました。
甘すぎずしっかりとしたレモンの味がする美味しいレモネードだったので、暑い時期に行かれる方に特におすすめです。こういった坪庭があって和を感じるカフェが京都に意外と少ないので、より京都を楽しみたいっていう方はぜひ行ってみてください。続いて紹介するお店は鞍馬口駅から徒歩16分のところにあるサラサ西陣さんです。千と千尋の神隠しに出てくるような外観のカフェなんですが、実際に築80年の銭湯をリノベーションしたカフェになっています。店内はマジョリカタイルと呼ばれる鮮やかなタイルが壁全面に貼られていて、独特な世界観が広がっています。この唯一無二の空間のため、綾瀬はるかさんがポスターの撮影で訪れたり、映画の撮影なんかでも使われているカフェみたいです。ちなみに映画の題名は僕は明日昨日の君とデートするっていうものなんですけど、京都を舞台にしているので、事前に見ていくと観光している時にここ見たことあるなみたいな感じで楽しめると思います。あとおすすめのポイントが、個人のお店には珍しくフリー Wi-Fi がついているところです。なかなかチェーンのお店以外で Wi-Fi がついているカフェって少ないので、観光の際に活用してもらえればなと思います。席数も50席近くあって広いので、お店の混み具合をあまり気にせずゆっくりできるのもいいところです。メニューなんですけど、定番のドリンクメニューはもちろんのこと、ケーキであったりフードも充実しているみたいです。なのでランチや夕飯の際にも行けるお店かなと思います。ぜひ皆さんもこの独特な世界観を味わいにサラサ西陣さんに行ってみてください。次に紹介するのは丸太町駅から徒歩9分のところにあるソングバードコーヒーさんです。二条城の前にある隠れ家テックカフェなんですが、雑居ビルの2階にあるので普通に歩いていても気づかないようなところにあります。このカフェはプロダクトデザイナーの徳田さんのデザイン事務所兼カフェになっていて、店内は無機質な感じと木のインテリアが調和した落ち着いた空間になっていました。ここで余談なんですけど、机の上に置いてあったタヌキの信楽焼が可愛いですよね。僕はキツネよりタヌキが個人的に好きなんですけど、皆さんはタヌキとキツネどちらが好きですか？よかったらコメント欄に書いてください。ここでメニューの紹介をしたいと思います。ソングバードコーヒーさんで一番人気なのが、実はコーヒーではなくてカレーです。ここのカレーの面白いところが、ゆで卵がカレーの上に乗ってるんですけど、まるで鳥の巣みたいに見えるんですよね。これが写真映えして、しかも美味しいので人気みたいです。ここまでカレーの紹介をしてたんですけど、実は今回カレーを食べていません。すいません。今度行くときはお腹を空かせて行きたいなと思っています。今回はコーヒーを頼んだんですが、このお店は全国の美味しいコーヒーのブレンドが飲めるので、ぜひ飲んでみていただきたいなと思います。最後に紹介するのは河原町駅から徒歩6分のところにあるプルミエエタージュさんです。ここも隠れ家テックカフェなんですが、今回紹介したお店の中で一番河原町駅から近いので行きやすいお店かなと思います。このお店はドライフラワー専門店で、店内には色とりどりのドライフラワーが飾られています。最近クリエイティブの裏側っていうインテリアを紹介している YouTuber の方がいるんですけど、その人の壁とかにもドライフラワーがあってすごくおしゃれなので、個人的に自分の家にも飾ってみたいなと思っています。お客さんの層に関してなんですけど、やはりドライフラワー専門店ということもあってか、女性のお客さんが9割ぐらいでした。男性のお客さんは1人では少し入りにくいのかなと思います。なのでぜひお友達や彼女さんを誘って行ってみてください。ちなみに僕は男1人で入りました。カフェメニューなんですけど、ドリンクとケーキが主で、今回僕は抹茶ラテを頼みました。抹茶ラテは抹茶が濃く美味しかったのですが、結構甘かったので、甘いのが苦手な方はコーヒーやお茶を頼まれるといいと思います。ちなみにドライフラワー専門店でいうとカシェットさんっていうお店があるんですけど、そこもかなりおすすめです。またいつか動画で紹介したいと思っているので、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいです。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん今回の動画はいかがでしたか？気に入ったカフェが見つかればいいなと思います。これからもどんどんとカフェを紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいです。
それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。